はい、今日はまたちょっと違った巻き寿司を作っています。前回はどちらかというと、スペイン人向けの内容になりましたが、今回はちょっと日本の方にね、こんな巻き寿司も面白いんじゃないかということで、これスペインのチストーラ、いわゆる腸詰め、チョリソなんかとね、似たものです。これを使ってみましょう。ちょうどなんか巻き寿司にいいような、ちょっと長いですけどね、そんな感じで3本入ってます。フライパンで、日本でこれと同じものはね、ちょっと手に入らないでしょうから、もし、チョリソが売ってればね、それでもいいと思いますが、なければ、日本で売られているそのソーセージ類で、できるだけ肉々しいやつがいいかもしれません。これと似たものを作ろうと思うと、あんまりあっさりとした感じのソーセージではなくて、より肉っぽいものがいいかもしれません。さて、まずいつものように、シャリを取ります。これぐらいでしょうか。ということで今日も前回と同じく裏巻きです。普通の海苔巻きではなくて裏巻きにします。前回もお話ししましたが、海苔巻きっていうのは楽しめばいい世界ですから、何でもかんでもやってみよう。そんな感じです。ここに用意したのは、パプリカの粉ですね。パプリカの粉。辛口と甘口とありますが、これは甘口です。ピリ辛が好きな人はピリ辛の粉を使えばいいです。これを、ちょっとこんな感じで振ってみましょうか。こんなこと私もやったことないですよ。初めてどんなものができるか。ここに粉を振るっていうのは、この間もね、1本目の巻き寿司の動画で言いましたが、裏巻きの場合は、今これ巻きすの上にラップを1枚置いてありますが、その上に、お米が直接つきますね。そうすると、やっぱりこう、お米は粘着力がありますから、どうしてもこう、ラップにぺちゃっとついちゃうんですよね。単純にこう、作業がやりづらくなります。そういうこともありますが、前回はごまを振りました。今日は、やろうとしていることと、きっとこれが味が合うでしょうから、ごまではなくて、このパプリカの粉を振っています。はい。そしてこの上にご飯を乗っけた海苔を裏向けに置きます。そして今日はこういうことやってみましょう。これはヌルチーズです。ヌルチーズ。これをたっぷりとつけてみます。さあ、どんなものが出来上がるんでしょうね。それも料理の楽しみですよね。はい。そしてここへ、さっき炒めたチストーラです。チョリソの一種ね。簡単に言えば、チストーラを置きます。はい、そしてこれを巻きましょう。単純に。前回と同じようにキウイです。
キウイ。残念ながら、ちょっとね、当たってしまったところなんですけどね。普通キウイを買ってくるときは今食べようということで、程よく売れたものを買ってきますが、こういうものに使うときには、特に売れてる必要がないです。硬い方がやりやすいです。見た目もいいですし、硬くってちょっと酸っぱめの方が実は今日はいいです。ということで、まあ、当たってないところをね、置いていますが、前回と同じように、アボカドでね、親にやりましたが、そんな感じで、これを乗っけてみましょう。お米と、チーズと、そして、この腸詰め。これを、この間ね、夜眠れない、いつも眠れないんですけども、夜中ずっと起きてるわけですよ。その時に今度どんな巻き寿司しようかなと思って考えたら、ふっと浮かんだのが、このね、チストーラと呼ばれている腸詰めの一種で、普通のチョリソよりも細いんですよね。で、細いってことは、あれは巻き寿司に使いやすいなと思って、そこまで考えたところで、じゃあ、それと合わせるのは何だろうかと考えたところで、ふっと浮かんだのがキウイでした。なぜキウイが浮かんだのか。それは多分神様からの何かおぼし飯と言いますか、メッセージじゃないかと思うんですが、突然頭にキウイが浮かびました。なるほど。確かにキウイは合うねと。ところの中で自分で勝手に納得しました。なぜ合うか。多分特に日本人の味覚に合うんじゃないかと思うんですね。その腸詰めのいわゆる肉々しい、しつこさをちょっと中和させてくれるものとして、そこそこ酸味のある果物がいいだろうと、こういうふうに思いました。はい、ということで、これをまず乗っけました。そして、ここに量を一回乗っけて、少し形を整えます。はい、そして、これをいつものように切ります。今、包丁を軽く水道水で濡らしました。その方が切りやすいですからね。チョリソ、チストーラ、それ、長いまま使ってますから、先っちょで出たまんまです。それはもう切り落としてもいいですし、どうせ今日私が自分で食べるんですから、そこまでの磨きは気にしませんから、出てる分も OK とします。はい、こんな感じになりました。あまり綺麗じゃないですけどね。遊びということで。今ここに持ってきたのが、これが、ペードロ・シメネスと書いてますが、このペードロ・シメネスっていうのはね、スペインの南の方で、栽培されている、その甘いブドウです。甘いブドウ。このペードロ・シメネスを使った甘口のね、ワインっていうのが、甘いのが好きな方にはものすごく人気があるんですが、そのブドウを使った甘口のお酢です。ビネガーです。これを少しかけてみたいと思います。
これが合うとないとでは多分ね、このお寿司は全然違うんですよ。で、最初に言いましたね。キウイは熟れていて甘くなってる必要はありませんと。逆に言えば酸味の方が欲しいんです。その酸味のあるキウイを使って、で、そしてこの甘みのあるペドロシメネスのビネガーを少しかけることによって、きっといい感じの調和になると思います。ということで、あまり綺麗にはできませんでしたが、こんなお寿司もたまには面白いんじゃないでしょうか。はい。ということで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。